んにちは。ペーパーデコレーションの山本由美子です。今日は紙の帯でもみじとイチョウを作ります。紙の帯を折っていきます。一番短い8センチの長さの帯以外はすべて同じように折っていきます。まず帯を真半分に折ります。でこの折り山のところに紙の端を持ってきて、少し5ミリから1センチないぐらいですね、間を空けて折り曲げます。で裏に返して同じように折ります。この先を揃えていただきますと、この幅も同じぐらいの間を空けて折ることができます。こんな感じですねに折れました。そうしましたら、こちらの2枚折れてるところですねに縁の方に少し糊をつけていただきます。で一番最初に半分に折ったこの折り山を谷折りに変えてペタンと先ほど糊をつけたところですね、ここをしっかりくっつけていただきます。すると横から見るとこんな感じに貼ることができました。こちらを25センチの長さのものも22、17のものもあと2本ずつございますが、同じように折っていきます。7枚の帯を折って貼りました。で今並べてみましたが、こちらの下になっている方が2つ折り山がある方ですね。この紙の端が上に行ってるような位置で全部同じように並べてください。一番長い帯ですね、こちらを持ってきていただいて、でこちらの上の方がこの紙の端っこが来てる方ですね。こちらが折り山が2つ重なっている方です。を下にしてもらって、ここの下の方に糊を塗ります。そうですね、3分の1ぐらいのとこまでですかね。糊を貼っていただいて、2番目の大きさのものを下を揃えて重ねて貼ります。下はきっちり揃えてください。そうしましたらまた3分の1弱ぐらいのとこに糊を塗っていただいて、次の長さのものを同じように下を合わせて重ねて貼ります。で一番最後の長さのものも同じように糊を塗って下を揃えて重ねて貼ります。今これで4枚貼れました。そうしましたらくるんと裏に返していただいて、反対側も同じように長い順に貼っていきます。これで7枚すべて貼れました。横にするとこんな感じです。残しておいた8センチの長さの紙の帯を持ってきます。でこちらの端に糊を塗って少し曲げます。でこちらちょっと丸さが残るぐらい、しっかり折らずに少し丸さが残るぐらいにしておきます。でここをしっかり貼ります。でそうしましたら少し指でですねこするようにして
カーブをつけます。でこちらの折り曲げてない方に裏と表両方とに糊を塗ります。全体の3分の1いかないぐらいですね。4分の1ぐらいですかね。4分の1もいかなくていいかな。に両面糊を塗ります。そうしましたら先ほど貼りましたこちらの方、もう一度貼った時のようにしてこんな感じで持ってきます。でやはり同じように下を揃えて紙端を重ねます。ちょっと横にしてぐーっと広げて、で裏面に反対側に乗った糊をですね、ここでキュッと指でしっかり押さえて貼り合わせますともみじの形になりました。紙の帯を折って貼っていきます。18センチの長さを7枚同じように作っていきます。12センチの紙は別の方法で使います。印を打っていきます。8センチのところで印を打ち、その横2センチのところでも印を打ちます。でこの印に合わせて折り目を作ります。このような感じで折り目ができました。そうしましたらこの折った内側の端っこを貼り合わせていきたいので、端にですね糊を塗っていただき、重ねてつけていきます。このようになりました。あと6枚も同じように折って貼っていきます。7枚折って貼れました。そうしましたら一つ一つを指でこうしごくようにしてカールをつけていきます。こんな感じでこんなカーブができるようにいたします。すべてやります。カールがつきました。そうしましたら4枚と3枚で分けて、で3枚の方を反対向きにカールになるように置きます。そうしましたらこの一つ一つを貼り合わせていきます。まず一つ取り出していただいて、ここの根元のとこですね、ここに糊をつけていきます。でもう一枚重ねます。でこちらのですね上の部分が揃うように重ねて貼ります。で同じようにしてどんどん貼っていきます。4枚貼れました。こちらの3枚も同じように貼っていきます。貼る順番はどれでも結構です。4枚と3枚貼れました。
この間も貼り合わせていきます。これでイチョウの上の部分が出来上がりました。12センチの紙紐を軽く半分に折り曲げます。でここはきっちり折り曲げずに少しこう曲がるぐらいにしておきます。でこの内側のところに糊を塗っていきます。で最後までこの真ん中のところまで塗らずに残しておきながら両側を塗っていきます。で両側に糊が貼れましたら、こちらの先に貼った方の貼り重ねたところを挟むようにいたします。で挟んで貼ります。でこの下もずっと貼っていきます。この時にちょっと曲げながらですねしていくといいと思います。少しカーブを作っていきます。で最後のところまでここ糊塗ってないのでですね、少しこの何て言いますかね、軸の茎のといいますか葉っぱの先のこの節のとこが膨らんでいるように残しておくと、これでイチョウも出来上がりです。糸を通して吊るして飾れるようにいたします。糸をどこでも好きなところに差し込んでいただいて通して縛ります。こちらで吊るすことができるようになりました。で少し切り絵のような和風のもみじとイチョウになりました。ぜひ飾って秋を楽しんでください。